はい、皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。宗介先生とふんわり魔法の授業室へ今日もようこそいらっしゃいました。さて、いただいた質問なんですけれども、自分はずっと笑顔でいることができないから暗い人間だと感じる。これはどうしたらよいだろうかというものなんですよね。こういうご質問をいただいた背景はおそらく私たちね、やっぱり笑っている方が良いとか、いつも笑顔で素敵だねとか、そういうことでお互いにことを評価したりとか、あの人はいつも笑っていて素敵だよねとか、芸人さんはいつもね、人を笑わせてすごいよねとか、あんな切り返しができてすごいよねとか、いろいろそういう形で、いつも何々できてすごいよねというようなね、語り方をすることがあると思うんですけれども、そのうち、今回は、一応ね、生徒さんというかお子様側からの質問かな。ということで、お答えしようかなと思うんですけど、笑顔でいられない。ふと気づくと、笑顔じゃないというか、ブスッとしている気がする。あるいは、人によってはね、他の他人から、なんか、すごい真顔だよねと言われたとか、そういうお話もね、聞いたことがあるんですけど、真顔ですよねって言われたからどうしたらよいかっていうね、僕がお話をその瞬間聞いたときは、難しい問題だなと思ったんですよね。あなた真顔だねって言われて、それ、僕の顔なんですけど、みたいな感じですよね。よく例に出すんですけれども、今みたいなね、今は真顔かどうかとか、笑顔じゃないかどうかって話なんですが、他にもね、人から何か評価される。あなたって、ジョークを言っても笑ってくれないよね。あなたって、ネクラだよね。反対に、あなたって、いつもすごい軽いよね。ヘラヘラしてるよね。軽薄だよね。って言われる。そういうもろもろ言われるっていうのが、その時お返事したのがですよ。あなたって162センチだよね。へへへって言われて、でもね、僕162センチなんですよ。とか、あなたって、あなたって18歳じゃんみたいなね、言われたときに、でも、18歳なんですよ。それあんまり変更するしないとかいう話じゃないんですよねって。で、こういう話をするとね、結構皆さん面白がってくれることも多いんですけど、まず、今回のご質問いただいた、自分は笑顔でずっといることなんてできないから、暗い人間なんじゃないだろうか。で、そのさらに含みには、それで他の人に不快な気分にさせてないかとかね、そういうところもどうやらあるようですけど、ここに関して、まず、そういういろんなものを含めて普通にその人自身が表現されてるんだなっていうことだと思うんですよね。もちろんね、笑顔でいる割合が高い人も多分いるでしょうし、笑顔でいる割合がね、1日23時間ぐらいブスッとしてるけど、とある1時間分だけはやたら笑うとかね、そういう人もいっぱいいると思うんですよ。なので、これもまたね、なんて言ったらいいのでしょうか。まず実際どうなのかっていうところを自分で確認したいところかなと思いますね。実際ね、このご相談者の方は、こうやってご質問いただく、ご相談いただいてるってことですから、ある程度ね、自分がどういうふうに振る舞ってるか、普段どんな顔してるかっていうのを自分で確認しながら生活しているんだと思うんですが、そうやってくると、本当にいつも笑顔でいるってことがあり得るのかっていうことになってきますね。これは人間が使わざるを得ない言葉
実際に口で発するかどうか、読めるか聞けるかっていうことは別として、人間が使わざるを得ない言語というものが、どれぐらいね、私たちのことを、今回に関して言えば縛る可能性があるかっていうところだと思います。具体的に今回のね、笑顔の話を見てみれば、いつも笑顔でいて素敵だね。私はあんまりいつも笑顔でいられないから、ちょっと暗い人間かもしれないっていう、そういう話は、いつもって何なのか、笑顔って何なのかっていうところを、もう一回ね、実際どうなのかっていうところを確認してほしいです。どうですか？今ね、同じこと2回言っちゃいましたけど、いつも笑顔でいますかね、私たち。もしね、お友達と一緒にいるときだけを限ったご相談であれば、もしかしたら、ご相談者の方が、そういうお友達と今思っている人たちといること、一緒に時間を過ごすことがあまり楽しくないのかもしれないし、あるいはね、そういう人と一緒にいる場に向かうときに体調が優れなくなりがちなのかもしれないし、そういう条件付きの場面において笑顔でいられないなっていうところだったら、その条件の方もいろいろね、検討というか検証してみるっていうことは一つの筋になるかなと思うんですが、ここでは私たちの生活、ご相談者の方の生活全般について、いつも笑顔でいるってことがあり得るのかなっていうことを一緒に見てみましょう。で、どうですか？朝起きた瞬間笑顔ですかね？なかなか怖くありませんか？それね。起きた瞬間ニコニコしてるっていう。赤ちゃんでさえあんまりないんじゃないですかね。こちらからサワサワしてあげたりしたら別ですよ。サワサワしてあげたりして、とてもなんて言うんでしょうね。まろやかなお子さんだったら、すぐ朝起きた瞬間でもね、泣かずにニコニコしてくれるかもしれませんけど、その起きた瞬間は、特に何の顔もしてないと思うんですよね。で、それは私たち、大人たち、子供たち、誰しもそうなんじゃないかと思うんですけど、ここは、他の人から見てね、一緒に過ごしている人が、一緒に暮らしている人がいたとして、お前、朝起きた時笑ってたぞって言われる。今度は、もし笑ってたとして、そのことが今このご相談者の方に意味があるかどうかですよね。お前起きたら笑ってたぞって言われて、あ、そうなんだ。私、目覚めた瞬間笑ってたから明るい人間なんだって思えるかどうか。それもなかなかないでしょうっていう気がするんですけど。そうなってくると、なんでしょうね。笑顔でいるってことがどういう意味合いなのかっていうところにもだんだん跳ね返ってきますよね。もうちょっと進んでみましょうか。で、朝起きて、それぞれね、皆さんやることがあると思うんですけど、お顔を洗ったり、僕はね、ラジオ体操しますよ。ラジオ体操すごくおすすめです。で、体操したり、お顔を洗ったり、お子様を起こしに行ったり、お家の人をね、起こしに行ったりとか、あるいはお弁当の用意をしたり、朝ごはんの用意をしたり、そういう時どうですかね？いつもニコニコしてますかね？それね、何か事情があったらニコニコする人も結構いるでしょうね。お弁当作りがなんか楽しいとか、今日は子供の運動会なので、腕によりをかけて、ね、子供さんが運動会で頑張って走れるように、腕によりをかけて美味しいお弁当を作ろうとか、ご主人がちょっとね、どうしてもね、その女の人の設定になっていますけど、今の時代はね、なかなかそういうところもね、あまりにもステレオタイプな男女の区別で語るのは、もうね、時代遅れになりつつありますけども、ちょっとわかりやすいということで今これで活かしていただくと、で、ご主人様が今日大事なプレゼンがあるので、それに向けてね、もう今日だけは愛妻弁当って言われても、
構わないや。本当にラブラブ弁当で完璧にいってるわっていうことで、気合が入って、これは口元が引き締まりますかね。笑うというよりはね。そういうことはありますけど、本当にただルンルンってしていることありますかっていうことなんですよ。これはね、子供たちの様子を見ていると、人によってはね、笑ってはいなくても、なんか明るい感じ、過ごし方が明るい感じがしていて、暗さはやっぱりないよなって。そういう人がね、周りにいるなって思う方もいるかもしれませんけども、そうなってくると、いつも笑顔でいるっていうことが、暗いか明るいかには実際関わっていないってことになりますよね。笑顔でいようといまいと明るい人もいるし、暗い人もいる。笑顔であろうとなかろうと、話しかけやすい人もいる。そうでもない人もいる。平均的にというか一般的に言って、笑顔の人の方が私たちは平たく言えばお付き合いしやすいと認識するようなシステムを持ってるみたいですから、笑顔の相手の方が好感度が高くなりやすいっていうことはあるでしょうけれど、実際そこが本当にどういう人なのかっていうのとは関わりがないっていうことがだんだんね、見えてくるんじゃないかと思うんですよ。でね、おトイレに行って、息んでいるとき、お腹に溜まったがっつりしたものに旅立ってもらおうとして息んでいるとき、そこで笑っているでしょうか？ニコニコしながらうんこしている人がいっぱいいるでしょうか？っていうところ。で、仮にそういう場面を除いて、いつも笑顔でいることこそが素晴らしいっていう発想をもし採用するならば、それは自分が生きていることっていうのを切り取って切り分けて、ここは自分の生活のうちで気にかけなくていい部分だ。こっちこそ気にかけるんだっていうふうに、もう振り分けちゃってるっていうことですから、それがね、本当に私たちが生きているってことなのかなっていう、なかなか大きめな問題に入っていきますね。実際ね、このいつも笑顔でいられるっていうところは、やはりそういう問題と関わっていると言わざるを得ないですけどね。なのでね、ここからはあまり例を挙げ続ける必要は多分ないかなと思うんですけど、もちろんね、その体調とかも関わってくると思いますし、だから、今回のご相談者さんにお伝えしたいこととしては、改めて、いつも笑顔でいる。よく笑ってるよね。っていう、私たちがよく使う評価の言葉が本当にどこまで意味を持っているのか。で、それを使って自分のことを評価する。自分がそういう、もちろんその言葉そのもの、いつも笑っているかどうかという言葉そのもの、あるいはいつも笑っていると見える自分の、知人の誰か、そういう方と照らして自分をね、暗い人間だなと感じる。ダメだな、どうしたらよいかなと思う。そうやって評価するっていうことが、実際にね、自分にどういう影響を及ぼしているのか。あるいは自分の実際とどれぐらい違うのか。っていうところを見つめていただきたいかなと思いますね。つまり、そういう笑顔かどうかなどなども含めた、自分の生活のね、すべての瞬間の様子、あり方といいますか、それを見つめること
をお勧めしたいと思います。必ず、暗いことを考えている時もあるでしょうし、その反対もあるでしょうし、笑っていることもあるでしょうし、笑っていないこともあるでしょうし、笑っているか笑っていないかを考えていない時もあるでしょう。そういう自分のあり方と親しむ、どんどんそれをね、味わっていくことによって、そうですね、今回のご相談者さんについて言えば、一緒に今ここで見てきたように、笑顔でいるイコール明るいっていう認識よりかは、暗い人間だと感じる、自分は暗いやつでダメなんじゃないかっていうところが大きい模様ですから、本当に自分がそういう暗い人間なのかっていうのを、今言ったような日々の生活、瞬間瞬間の自分のあり方を見つめることで、自分でね、確認してみてほしいなと思います。はい。それではですね、いつもは前置きを入れていたんですけれども、このチャンネルでね、始めたばっかりですし、前置きのお話、この何者かわからない助先生という人間の前置きの話をね、あまり聞きたい方もいないかなと思いましたので、とりあえず前置きをカットしました。もしね、だんだんお話が皆さんと一緒に重ねられるようになれば、いろいろ仕入れたネタとかをね、面白くお話できたらなと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。それと、すでに、こんな始めたばかりのチャンネルですけれども、ご覧くださっている方がいらっしゃるようですので、本当にありがたく思っております。ぜひ、今後ともよろしくお願いします。では、このぐらいで今日は切り上げさせていただこうと思います。ここまでお聞きくださってありがとうございました。失礼します。お元気でお過ごしくださいね。さようなら。